ご視聴ありがとうございます。今回はトピックスが2つ。まずは1つ目、ライルのアングルスクリュードライバーの紹介です。スタッピドライバーみたいなのとハンドルのセットです。スタッピドライバーのシャンク部分にハンドルを通してラチェットみたいに使えます。ドライブ部分は無段階とかギアレスと言われるもの。ローラー式のワンウェイクラッチが備わりまして、とても軽い空転トルクで操作ができます。ハンドルから外してスタッピとしても当然使えて、付属のもの以外にも渋1のマルシャンクドライバーならハンドルが使えます。狭いところで使いやすいというアイテム。お店ですごい便利と勧められたんですけど、最初はピンとこなかったんです。まず使える対象が限られます。付属はプラスの2番とマイナスの 6mm 幅しかありませんし、他社のドライバーも回せると謳いますが、最近のドライバーは ISO ミリサイズのものも多いですし、そもそもシャンクが六角形だったりしまして、対応しないものも多いのです。手持ちのドライバーにはほぼ非対応。渋1のマルシャンクって案外少ないんですよね。ついでハンドルが私の好みと全くの正反対。忠実のむっくりとしたスタイルなのでめっちゃ重いんです。これで快適に作業っていう印象は抱きませんでした。それからギアレスラチェットもちょっと苦手。滑ってすっぽ抜けるのが怖いのです。頭では問題ないのは理解しているのですが、完全に信用がしきれないのです。このサイズなら仮に滑っても大ごとにはならないかもしれませんが、それでも不安は感じます。くるくると回して手遊びしてると楽しいんすけど、しかしビット工具と変わらないというか、下手したら介護官なんじゃないかとすら思ってました。しかし使ってみたら案外良くて、作業してみたら使用感が素晴らしかったのです。使っていて楽しくなるような小気味良い道具でした。ハンドルの重さと重心位置が具合が良いのか、ちゃっちゃかと回せるのです。タイヤハウスとか棚の角とか狭いところにこれを持っていって、スピンナーのダイヤル部分を上から押さえて、ネジから先端浮かないように気をつけてからパキッと緩める。軽く回るようになったら、お尻の重さ使ってハンドルをブンブン振ったり、クイックスピンナーみたいにスイスイ回したりして簡単に作業が完了します。締めるときは逆手順。反対側からスタッピを差し直して楽ちん作業が完了です。私、ハンドルは軽ければ良いと今でも思っています。道具は極力スリムな方が使い勝手は良いという考えは変わらないので、このライルとは思想が正反対と言っても良いのですが、しかしこのライル、使用感の良さには驚いています。振るだけでいいと言って伝わりますか？振ったらハンドルが重さで勝手に返ってきてくれるイメージで、振り出すだけで連続作業ができる感じ。ハンドルに重さを求める方の言う反動を使うというやり方が、この道具を使って初めて体験できたように感じました。頭上で手を上げっぱなしとか斜めりながら厳しい体勢で作業する際に、この軽快な感じは助かる場面があるでしょう。ただこの道具頻繁には使っていません。当初感じた通り、先端種類の少なさははっきりと弱点となってます。プラスの2番と 6mm 幅のマイナスしかありませんので、用途はかなり限定されます。またハンドルで使えるのは渋1シャンクの丸軸のみ。用途広げたくて探してみたのですが、具合よく使えそうなビット的なものは見つかりませんでした。最近は車のインナーフェンダーなどトルクスで止まっていることも多くなりましたし、家具ではヘックスやポジドライブ使いたいこともありまして、用途の狭さは感じます。運用の仕方は悩むっすね。それから渋1シャンクでも使えないことがありまして、これはライルが悪いってことではないんですけど、こちらのウィリアムスのドライバーはメッキの分太ってしまうのかすんなり入りません。入れちゃったら抜けなくなりそうなタイトさ。また先がシャンクより太くなっているもの、例えばマイナスでエラ張ったように潰されたものは物理的に幅で引っかかって使えないのがありますし、同様にヘックスの 8mm やトルクスの45くらいになってくると、先端が渋1より大きくなって使えません。そのくらいの大きなサイズをこの道具で回すということは少ないでしょうが、しかしとにかく汎用性のなさというのはネガに感じる部分です。なんというのか、この製品、進化の余地が大きいと感じました。もっと大きなワンウェイクラッチを入れて、
それに対応した丸軸のスタッピビットホルダーと組み合わせれば使える先端の少なさという問題は解決します。もともとがクイックスピンナーありきな道具ですから、ヘッドが多少大型か幅広になるのは気にならなそう。特にデメリットもなく進化ができそうな気がするんです。汎用性のなさからこの道具試す人が少なくて、結果開発が進まない、進化もしていかないような、おこがましいのですが、どこかもったいなさのようなものを感じてしまいました。今後の発展を期待したいですね。ライルのアングルスクリュードライバー、用途は狭いですが、ハマれば強い道具に感じました。ピンときた方、お試しください。続いて2つ目は残念な報告で、以前紹介した道具が壊れてしまいました。ボンダスのヘックスプロ 4mm サイズが折れたっすね。首が触れるヘックスのレンチ、スイベルタイプの道具なのですが、その可動部分、首の部分でパキッと折れました。ほとんど力はかけておらず、しかもトルクかけ始めのすぐくらいで、あれって感じたら頭が離れちゃったっすね。見た目から強くないとは感じてまして、しかし保証トルクを公開していたので大丈夫かなとは思ってましたが、割れたとこ見ますと幅1ミリもない箇所があります。ついに壊れちゃったかという感想。メーカーのトルク保証値27ニュートンは絶対にかけてないっすね。小さなサイズは特に無理させないように使ってたつもりでしたし、そこまで使用頻度も高くはなかったのですが、少しずつ疲労が溜まっていたのかもしれません。2年くらいでしたが手元にありまして、かばいたくもなりますが、しかしこの壊れ方って怪我するリスクはありますし、ボンダスって好きなブランドというか憧れ的なものを感じていたので、残念な気持ちは大きく。私のがたまたま不良で弱かったという可能性はあります。ヘックスプロを貶めるための報告ではないことはご理解ください。ただ、もう一回とはならなかったっすね。単品で補充となると気持ち的に納得できないお値段するというのもありまして、4mm はそのまま欠番とすることにいたしました。ヘックスプロ、スイベルで使えるヘックスレンチ、扱いやすくて好きでした。しかし結局壊れてしまったのでおすすめ度は下がります。使用中の方、これから購入を検討されている方、ご留意いただきたいポイントです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。